栄エンジンの音で飯は食えるのか。私も食えると思います。でも、実はこれ、科学的にもかなり面白いんです。なぜなら、音は味覚に影響するから。しかも研究では、騒音環境で甘みが弱まり、旨味が目立ちやすくなる可能性が示されています。つまり、栄エンジン音はケーキには向かない。でも、カツカレーには合うかもしれない。人間は舌だけで食べ物を食べているわけではありません。見た目、匂い、食感、そして音、これら全部でうまいと感じています。ポテトチップスの研究でも噛む音を変えると同じチップスでもよりパリッとして新鮮に感じられることが示されています。つまり音で美味しさが変わるってことを。変わります。ただし栄エンジンで変わるかは今から検証です。まず栄エンジンの革新量をスペクトログラムで見ると低域から中域に太い帯が出ます。特に目立つのは 65Hz から 1.3kHz あたり、この腹にくる感じです。ここにはプロペラが空気を叩く音、14気筒エンジンの燃焼パルス、排気音の低い成分が重なっています。このカツカレーじゃん。大体合っています。さらに上空通過音では 1.3kHz から 5kHz 付近まで成分が広がります。これはプロペラの風切り音、排気のざらつきが加わるからです。通過ではいわゆるドップラー効果が波形の歪みとして現れます。そして旋回音では音が強くなったり弱くなったりします。これが耳で感じるうねりです。完全に規則的ではない。でもランダムでもない。この不完全な周期感が機械が生きているような印象を作ります。で、腹は減るの？そこが問題です。音と味覚の研究では背景音や騒音が食べ物の感じ方を変えることが報告されています。特に航空機の客室騒音を使った研究では甘味が弱まり旨味が目立ちやすくなる可能性が示されています。これをそのまま栄エンジンに当てはめるのは乱暴です。しかし仮説としてはかなり面白い。栄エンジン音は静かな BGM ではありません。低音が強い、中域に熱い、うねる、会話も邪魔する。だからショートケーキのような繊細な甘味には不利。でも旨味、油、エンジン、スパイス、熱量、この全部を持つ料理なら音の圧には負けません。そこで浮上するのがカツカレーです。栄エンジン音に合う飯ランキング第5位、ショートケーキ。甘みが主役なのでエンジン音にはかなり不利。第4位、白米と味噌汁。悪くない。でも朝食というより出撃前みたいです。第3位、味噌ラーメン。味噌、だし、油、熱、かなり強い。第2位、焼肉。肉、油、焦げ、煙。ここにくウェイ星型の低音。これは本能です。そして第1位、カツカレー。うまみ、油、スパイス、白米、揚げ物、全部が強い。栄エンジンのドロドロした低域にカツカレーの重さが釣り合います。優勝。科学的には仮説です。でも胃袋は確信してる。結論です。栄エンジンの音で飯は食えるのか。日常 BGM としてはかなり失格です。うるさい、落ち着かない、会話に向かない、ケーキにも向かない。でも低域の厚み、燃焼パルスの鼓動感、旋回音のうねり、そしてうまみや油の強い料理との相性、これらを考えると栄エンジン音は一食限定の儀式用 BGM として成立します。栄エンジンは飯を静かにうまくする音ではありません。飯を物語に変える音です。栄エンジンの音で飯は食える。ただしメニューはカツカレーに限る。あなたなら栄エンジン音で何を食べますか？コメント欄で教えてください。